はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。ビール飲みたい。ビール飲みたい。こんな暑い日はキンキンに冷えたビールが飲みたい。ということで、ビールが半額という情報を得たので、今日はスシロー行ってきます。それでは、早速行ってみましょう。暑くて、仕事中から頭の中は仕事終わりのビールでいっぱいでした。正直、白状します。会社のパソコンの検索履歴に、ビールキンキン、ビール冷えてる、仕事終わりのビール、仕事のサボり方、ビール安い、群馬ビアガーデンって検索してたのは自分です。やっぱりこんな暑い夏は仕事終わりのキンキンに冷えたビールに限りますよね。発見しちゃいました。ビール半額の文字を、そうと決まれば仕事は切り上げて早速お店に GO です。ということでやってきたのは回転寿司のスシローです。今まで回転寿司はかっぱ寿司、魚べいも行きましたが、スシローはこの回転寿司業界のトップを走る存在ですね。スシローは株式会社アキンドスシローが展開する回転寿司チェーンです。テレビ CM などでもよく流れていたので、スシローの名前を聞いたことある人も多いですよね。自分の地元にもスシローがあって、そこの店舗ってスシローの前が確かアキンドって名前だったので、今回調べてみるとアキンドは今は統一されてスシローの名前になっているそうです。スシローといえば業界で初めて単品管理システムを開発して、レーンを流れる寿司を個別に認識して皿が移動した距離に基づいて廃棄するかどうかを判断しているそうです。さらにお客さんが取った皿も認識されていて、売れた数もカウントされているので、そのデータをもとに判断して寿司を流すパターンを決めているそうです。そう考えると適当に流れているわけではなく、レーンの上で機械によってお客さんのマーケティングをして売れる商品を流してるってすごいですよね。ということでまずはビールです。このために今日一日仕事したと言っても過言ではありません。それではいただきます。キンキンしみる。それでは早速食べていきましょう。大手の飲食店ってアニメとか漫画とコラボとか多いですよね。スシローでは鬼滅の刃とコラボしてますね。喉が渇きすぎて寿司を食べる前に2杯目突入です。それではまず1皿目到着です。ビッグカツとスシローのコラボ商品です。駄菓子の定番ビッグカツと寿司のコラボって夢がありますね。しっかりとシャリがあります。夏休みの小学生が親の目を盗んで作った創作寿司のような一周回って最先端な感じが心躍ります。ビッグカツをおかずにご飯食べたなんて人も動画を見ている人の中に3人くらいはいるんじゃないでしょうか。自分もその一人です。懐かしい。駄菓子で食べたビッグカツのあのソースの味です。駄菓子のチープな薄い魚のすり身のシートではなく、贅沢にマグロを使うことでもう完全に別な料理になっています。次は限定メニューのサーモンマウンテンです。今日は肉だけじゃなくしっかりと寿司堪能します。イクラとサーモンなんて相性悪いわけないですからね。シャリニカに対してこのサーモンとイクラのボリューム、急遽2人来れなくなった合コンのようなシャリニカとサーモン4枚の数合わせ。そしてサーモンをめくると下からはネギトロですかね。サーモンとマグロの異種格闘技戦、うまし。次はローストビーフマウンテンです。エロいピンクの肉に甘じょっぱいタレと大根おろし、シャリと肉の間にはオニオンスライスが敷き詰められていて、肉とシャリの食べ方の配分に困ります。肉が絶妙な薄さでシャリを邪魔しませんね。ビールを追加して次は一輪離れ考案ハイナンジーファンロールです。カリフォルニアロールの進化系みたいな感じですかね。甘めのタレと具材たっぷりの寿司は食べ応えあります。柔らかジューシーな鶏もも肉とごぼうのシャキシャキ感がいいですね。次はエビ天マウンテンです。もう見た目が現代アートです。この商品開発する会議を覗き見したいです。次の新商品どうしますか？あれだな、エビ揚げちゃおう。エビ揚げてシャリの上に乗せるってことですか？そう。エビ揚げてさ、シャリの上にタルタルをべちょのエビ5本くらいシャリの上にドーンして、上から飛びっこドバで最後タレをシャーで。多分こんな感じの会議が繰り広げられています。これは既存の寿司ではなく寿司バージョン 3.0 ですね。次はうなぎのフェアみたいなので盛り合わせ注文です。画面向かって左からうなきゅう巻き、うなぎのかば焼き、肝串握りです。やっぱりなんだかんだうなぎはこの甘い醤油ベースのかば焼きのタレが一番日本人の口に合いますね。ご飯ともぴったりです。こうやって一皿でいろいろ食べられるのはお得感があっていいですよね。
次は一気に3皿注文です。エビアボカドとマグロ、牛塩カルビです。まずはマグロから。スシローといえば原価ギリギリのマグロは有名ですね。昔キャッチコピーでもスシローの赤身はほぼ赤字ですとも言ってましたね。マグロって原点にして頂点かもしれません。寿司といえばきっと一番比べられる商品ですよね。次は牛塩カルビです。この塩気のあるタレと脂の乗った肉とシャリのバランスがちょうどいいです。寿司屋に来て焼肉を堪能できるなんて幸せです。次はエビアボカドです。今メニューを見てみるとなぜかエビ系のメニューだけ品切れが多いです。このエビアボカドは実はスシローが発祥のメニューらしいです。他の店舗とかでもあるイメージですね。よくよく考えてみればおしゃれなカフェのメニューのような配色と組み合わせですよね。子供とかは特に好きな人多そうです。ちょっと飲みながら箸休めに店内仕込みの海鮮ポテサラです。酒を飲むつまみとしてちょっと箸休めとしてこれはいいですね。じゃがいもはかなりサラッとしたタイプで具材が細かくいっぱい入っています。実は今日もイブ銀と一緒です。その頃イブ銀を見てみるとスシローを完全にスタバと勘違いしています。すごい仕事しているアピールをしてきます。こいつの中に飲食店の業態の壁はないのかもしれません。たまには普段食べないものでも食べてみようかなということで黒門伊勢屋のわさびナスです。回転寿司ってよくナスの握りありますよね。毎回見るけど食べたことないのでチャレンジしてみます。これは大人な組み合わせですね。あと20年後また再開したいです。そろそろ寿司は終わりにしましょう。最後気になったので気仙沼さんフカヒレの握りです。しっかりフカヒレってます。身がプルンプルンでボディービルダーくらいテッカテカです。これは本物のフカヒレですね。それでは最後締めで宮崎牛を使用した特製肉うどんいただきます。見た目は脂っぽい肉が入っていてこってりしてそうですが思ったよりもあっさりとしていて飲んだ後の締めにぴったりです。この肉の旨味が染み出したお出汁が優しく柔らかく煮込まれた牛肉は子供から大人まで幅広く楽しめます。なんだかんだしょっぱいものをたくさん食べると最後口の中は甘いものを欲してきます。最後はオレンジヨーグルトのアイスケーキです。このオレンジとヨーグルトの酸味のある感じの甘さとアイスケーキの冷たさがいいですね。口もお腹も満たされて大満足です。スシローもデザートメニューとかも豊富でいろいろ他にも食べたいものが多いです。期間限定メニューとかもかなり多くて毎回行くたびに飽きさせない工夫がされていて勉強になります。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。スシローいかがでしたか？こうなったら残りの回転寿司チェーンもどんなメニューがあるのか調査したいです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるのでもし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。